はい、エブリバディ。今回はパークの解説です。パークには、ライフル、ハンドガン、ショットガン、アーチェリーの4種類があり、それぞれ武器の取り扱い能力が向上します。一部に全武器共通のパークも含まれています。すべてのパークを取るには44ポイント必要ですが、獲得できるのは最大22ポイントです。したがって、自分のスタイルに合わせて割り振りを考えなければなりません。ここで僕のおすすめを紹介します。リコイルマネジメント、ファストショルダリング、ステディハンド、ブレースコントロール、ゼロイン、レンジャー、マッスルメモリー。とてもオーソドックスなパークばかりですが、すべてをリセットしてプレイしてみると、彼のスタイルが変わってしまうほど、大きな影響力を感じました。概要欄に目次があるので、気になるパークをチェックして、あなたのスタイルに合った構成を探してみてください。それでは、全パークを見ていきましょう。マッスルメモリーです。レベル1では、ライフル、ショットガン、ハンドガンで、エイムモードを解除せずに、次のショットの準備ができます。レベル2では、全武器で、発砲後の準備速度が上昇します。レベル0の、ボルトアクション、シングルショット、ショットガンは、アイアンサイトでの発砲後、エイムモードが解除されます。スコープの使用時は、空打ちになります。しかし、セミオートマチックやリボルバーは、エイムしたまま連射できます。レベル1では、ボルトとショットガンのエイムモードが解除されなくなります。弾倉を持たないシングルショットは、リロードが必要になるため、挙動は変わりません。また、一部に異なる挙動をする銃があるので、使用の際には注意してください。いずれにせよ、レベル1を取らないと、後続のパークに進めないので、通過点になります。レベル2では、時弾発射までの動作が少し速くなるようです。しかし、まず照準を定めることが先決ですから、エイムが速すぎて発射速度が追いつかない水準の、達人向けかもしれません。ブレースコントロールです。息止めはエイムモード時に行えるアクションで、狙いをつける際に一時的に手ぶれを抑えられます。レベル1では、息を吐く際の心拍数ペナルティが減少し、再び息を止められるようになるまでのクールダウンが減少します。レベル2では、息を吐かずに息を止めていられる時間が増加します。レベル3では、息を止めている際のふらつきが減少します。心臓のアイコンを見てください。レベル1は、息切れからの回復が早いです。レベル2は、より長く息止めできます。レベル3は、よりブレが少ないです。このパークは、射撃の正確性を高めてくれます。ステディハンドと併用するのがおすすめです。ゼロインです。対応している全武器で、デフォルトの中距離のゼロ距離設定を、異なるゼロ距離に切り替える能力をアンロックします。アクティブパークなので、購入後に有効にしないと使えません。切り替えは、デフォルトでは FT です。レベル1では、デフォルト以外に近距離用が使えます。
レベル2では遠距離用が使用可能です。正確な長距離射撃には特に遠距離用が役立ちます。多くの武器は有効射程を超えると着弾点が落下します。どの程度落下するかは武器によって異なっていて、スコープによっても違いが生じます。デフォルトのゼロ遠距離は武器ごとに異なりますが、おおむね有効射程に設定されているので、事前に確認してください。また、変更される距離にも違いがあります。注意すべきは、武器を持ち替えても、ゼロインの変更がリセットされない点です。例えば、弓で近距離を出会い、その後、ライフルに持ち替えても、ゼロインは近距離用のままです。そのまま遠距離などを狙ってしまうと、ミスショットにつながりかねません。戻し忘れには十分に気をつけてください。ステディハンドです。全武器のエイムモード時に手ブレが減少します。レベルが上がるに従って、上下と左右のブレが少なくなります。正確な射撃にはブレを抑える必要があるので、長距離のみならず中距離以下でも特定の部位を狙う際に効果的です。ブレスコントロールとの併用がおすすめです。フォーカスショットです。アイアンサイト、レッドドットサイト、ホログラフィックサイト付きのライフル使用時に息を止めるとズーム倍率が増加します。レベル0では息を止めても何も起こりませんが、レベル1ではズームします。ライフルを等倍率で使う機会はあまりないと思いますが、攻撃的な動物に襲われた時には役に立つかもしれません。ウィンデージです。すべての武器のエイムモードで、横方向の風の向きと速度を測ることができます。アクティブパークなので、所得後は有効にしてください。切り替えはデフォルトでは FT です。発動すると風向きと風速がわかります。弓は横風の影響を受けやすいので、ボウハンターの助けになるかもしれません。スプリント&ロードです。全武器で走りながらリロードできます。レベル0ではリロードを始めると歩いてしまいますが、レベル1では走り続けているのがわかります。このパークが大いに役立つケースがどれほどあるかはわかりませんが、後続のパークを取る場合は所得することになります。クイックフィートです。ハンドガン使用時に姿勢を変更後、手ブレが収まるまでの時間が短縮されます。しゃがんだ直後のブレが、レベルが上がるにつれてわずかに少なくなっています。とにかく早くブレを収めたいハンター向けかもしれません。生存本能です。攻撃的な動物に弾を命中させると、少しの間だけ動物の攻撃で受けるダメージが減少します。今の攻撃で 30% ほど削られたでしょうか。レベル1にしてみましょう。先ほどの半分程度のダメージで済みました。体力を削られても救命キットで回復でき、気絶させられてもアウトポストに戻るだけなので、攻撃的なものを追うのが専門のハンター向けでしょうか。レンジャーです。発見した動物との距離を計測中、命中精度を上げます。この例では実際の距離は150メートルですが、誤差の幅は53メートルあります。レベル1では22メートルに縮まりました。こちらは300メートルありますが、レベル0での予測の幅は100メートルと広範囲です。レベル1にすると、予測範囲は42メートルに狭まりました。測定には獲物をスポットする必要がありますが、測距機能のない初期の双眼鏡で見当をつけたり、スキルのアンブッシャーにあるサイトスポットと併用することで、
双眼鏡に持ち替えずに逃走中の獲物たちを狙ったり、見当だけでぶっ放して良いシチュエーションで、このパークは役立つでしょう。また、測距儀は地面などを測ってしまうことがありますが、レンジャーは獲物自体との距離を測定するらしいので、間違った場所を測ってしまう心配はないみたいです。ライトニングハンドです。全武器のリロード時間が短縮されます。愛獣がシングルショットだったり、狼の群れに襲われでもしない限り、リロードを急ぐ機会はそう多くないと思いますが、レベル3で弾倉をヒョイッとするのが心地よく、そのためにこのパークを取るハンターもいるらしいです。気分はもうグランドマスターです。早打ちです。弓とクロスボウ以外の武器の腰ダメ打ちのスピードと命中精度が上昇します。積極的に腰ダメを使うケースは少ないと思いますが、出会い頭や狼の群れには有効かもしれません。はじめに命中精度を見ましょう。レベル0ではかなりばらつきます。レベル1にすると徐々にまとまります。レベル2ではなかなかのグルーピング。レベル3は素晴らしいです。次にスピードの変化を見ましょう。射撃競技風に演出しました。Are you ready? Stand by. Are you ready? Stand by. Are you ready? Stand by. レベル1から2は命中精度だけが上がり、スピードの変化はないみたいです。Are you ready? Stand by. レベル3はかなり速いですね。ボースアイズオープンです。アイアンサイト、レッドドットサイト、ホログラフィックサイト付きのショットガン使用時に周辺のぼやけが減少します。レベルが上がると周辺がくっきり見えます。くまなく獲物を捕らえたいハンターには良いかもしれません。ファストショルダリングです。全武器でエイムモードへの移行、またはエイムモードから戻る時の時間、および武器の切り替えの時間が短縮されます。出会い頭のとっさの一撃だけでなく、周辺を伺いながら本命を撃つ頃合いを見計らう時など、武器の上げ下げをサクッと行えるこのパークはかなりおすすめです。ボディコントロールです。他の武器に切り替えた際にサイトの狙いをつけるスピードが速くなります。しかし正直なところ効果がよくわかりません。サイトを付け替えた直後の無駄な動き軽減説や、激しい挙動から急停止するとブレが減少する説など諸説あるようです。何か別の効果があるのかもしれません。トレーサーショットです。ショットガン発砲時にトレーサーショットが発動します。
ペレットが弾丸の拡散範囲を示す煙の軌跡を残します。アクティブパークなので有効化が必要です。切り替えはデフォルトでは FT です。弾の筆跡がよくわかるので、飛んでいる鳥を撃つ時などは便利かもしれません。リコイルマネジメントです。全武器で反動が減少し、素早く次の射撃を行えます。レベルによって銃口の跳ね上がりがかなり違います。ブレでも単独でも常に一発必中を目指し、フォローアップショットを打たないハンターでない限り、とても役立つおすすめパークです。ブームスティックです。ダブルバレルショットガン使用時に、両方のチェンバーの弾を同時に発砲できます。アクティブパークです。使用時は有効にしてください。上下2円の散弾銃で撃ったら、いっぺんに上下に当たりました。面白いですね。何かの役には立つんじゃないでしょうか。フルドローです。エイムモードで疲労が始まるまでに弓を引くことができる時間が増加します。疲労が始まると手ぶれが発生し、エイムモードが中断されます。心臓がバクバクする直前からブレが大きくなり、そのうち耐えきれなくなって構えを解きますが、レベルが上がるとその時間が延びます。じっくり狙いたいハンターには役立つかもしれません。歩き打ちです。すべての武器でエイムモード中に移動した際の手ぶれが減少します。エイムしながら歩く機会は少ないと思いますが、獲物から目を離したくないハンター向けかもしれません。心臓化です。押しダメ打ち時に全ての弓の命中精度が上昇します。レベル0ではまるっきり当たりません。レベル1も点で当たりません。レベル2でなんとか当たります。リサイクルです。発射した矢やボルトを回収できます。ランダムな確率で矢やボルトが着弾時に壊れることがあり、この場合は回収できません。レベル1では矢やボルトを回収できます。
レベル2では、ややボルトが着弾時に壊れにくくなり、回収できる本数が増えます。お金のないハンター向けです。プロの技です。弓を使用時に伏せた状態でもエイムモードを利用できます。弓を使ってステルス状態で狩猟できます。レベル0では伏せたままではエイムできませんが、腰ダメ打ちは可能です。レベル1は伏せた状態でエイムできます。ただ、弓に限りませんが、輻射は時々手前の地面などに当たってしまうので、車線には注意してください。パンピングアイアンです。腕力が上昇して弓をさらに強く引けます。あらゆる弓の運動エネルギーが増加すること、同じ矢を使った場合のダメージ、貫通力、スピードが上昇します。ダメージや貫通力のほか、横風の影響も減るようです。弓を愛用するハンターには心強い味方になりそうです。いかがだったでしょうか。この動画が何かの役に立てば幸いです。お気づきの点などありましたら、コメント欄でお知らせください。ご視聴ありがとうございました。ではまた、Good day!